80年代の音楽を聴いていると、必ずと言っていいほど耳にする音があります。ザラッとした荒々しい質感を持った、ジャーンという派手なオーケストラのヒット音。よくオケヒって言われるやつですね。あの音はオーケストラ5、ORC5 と呼ばれる音色です。実はあの響きは手元にあったストラビンスキーの火のたりのレコードから録音されたものなんですよ。しかもたった0.2秒。瞬きをするよりも短い一瞬だけが切り取られているんです。そのたった0.2秒の一瞬の音が、ポップスやヒップホップの歴史を永遠に変えてしまったんですね。そうですね。この魔法の箱を生み出したのは、オーストラリアのシドニーにあった小さなベンチャー企業、フェアライト社です。このモンスターマシンを生み出し、世界の頂点に立ち、一度は倒産しながらも華麗な大転換を遂げたフェアライト社の波乱万丈なドラマと名機の警報を紐解いていくドキュメンタリーをお届けします。その深い解説に入る前に少しだけお知らせをさせてください。このチャンネル、電子音楽機材の探求では、音楽とテクノロジーの歴史にまつわる深い物語をお届けしています。私たちの探求を応援していただける方は、ぜひ自然なタイミングでチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では、あの0.2秒の魔法がいかにして生まれたのか。はい。その原点を探るために、1975年のシドニーへと視点を移しましょうか。物語の幕開けとなる1975年ですが、主役は電子回路に強いピーター・ボーゲルと、シンセサイザー愛好家のキム・ライリーという2人の若者です。その2人が立ち上げたのですね。ええ。彼らはライリーの祖母の家の地下室で開発をスタートさせました。祖母の地下室ですか。いかにも初期のガレージベンチャーという響きですが、当時の環境は決してロマンティックなものではなかったはずです。ハンダゴテのじりじりとした寝つきに包まれながら、彼らは音楽とは全く無関係のオフィス用コンピューターを手作りして売り歩いていたんです。なるほど。日銭を稼ぐ泥臭い日々を送っていたわけですね。その過酷な環境下で、彼らはそもそもどのようなシンセサイザーを作ろうとしていたのでしょうか。当時の主流だったアナログ回路では満足できなかったということですよね。アナログシンセサイザーは電圧の変化で音の波を作ります。しかし彼らの目標は全く別次元にありました。デジタル計算によって完全に再現することを目指していたんです。デジタル計算でですか。はい。純粋な数学的アルゴリズムの力を使えば、バイオリンやピアノが持つ複雑な倍音構成さえも理論上は完璧に再構築できると考えたんですよ。なるほど。電圧という物理的な揺らぎに頼るのではなく、数式という絶対的なルールで音を支配しようとしたわけですね。まさにその通りです。しかし、コンピューターの計算能力を考えると、そのリアルタイムで音声を生成するような処理は物理的に不可能に近かったのではありませんか。ええ、おっしゃる通りです。一つも鍵盤を押してから計算結果が音として出力されるまでに膨大な時間がかかってしまう状態でした。それでは楽器としては成り立ちませんね。はい。開発が完全に暗礁に乗り上げていた1976年、彼らはエンジニアのトニー・ファースが開発したクエーサー M8 という機材に出会います。クエーサー M8。ええ、これが彼らの運命を大きく変えました。当時の技術水準からすると、信じがたいスペックを持っていたと記録されていますよね。なんと、2つのマイクロプロセッサーを並列に積んでいたんです。ちょっと待ってください。1976年にマルチコアプロセッサーのような概念を実用化していたのですか。そうなんです。現代のパソコンなら当たり前ですが、当時の処理能力の限界を物理的に頭脳を2つにすることで突破しようとしたわけです。データの同期や衝突をどう回避していたのか、狂気的な設計思想ですね。一つのプロセッサーが複雑な波形の数学的計算を担い、もう一つがユーザーインターフェースや全体制御を担うという非常に高度な分業体制を敷いていました。なるほど。役割を完全に分けていたのですね。さらに驚くべきことに、このクエーザー M8 はモニター画面に向かって専用のライトペンを使い、直接波形を描くことができるというインターフェースを備えていたんです。1970年代にすでに画面をタッチして直感的に操作する UI が存在していたという事実に驚かされます。SF 映画の小道具のような超最先端機ですよね。現代の私たちがタブレット端末で波形をスワイプする動作の源流がこの機械にすでに実装されていたわけですね。彼らはすぐにこれを応用したのですか。はい、彼らはこのクエーザー M8 のライセンスを取得し、ガレージで徹夜のデバッグを続けました。徹夜で。しかしここで最大の壁に激突します。どれだけ2つの頭脳に緻密な波形を計算させても、
スピーカーから出てくる音はどうしても無機質で冷たかったんです。計算式だけで構築された音は、完璧な設計図で建てられた無人の家のような冷たさがあったのでしょうね。そうですね。現実の楽器が持つ木材の微細な共鳴や、ハンマーが弦を叩く瞬間の物理的な摩擦音といった不規則なノイズが完全に欠落していたんです。そのノイズこそが人間の耳には生々しさとして認識されるものですよね。ええ。そしてある日、彼らは発想を180度転換します。数式で音を組み上げるのを諦め、ラジオから流れてきたピアノの演奏をそのままシステムに録音してみたんです。ラジオの音を直接ですか？はい。そしてその録音されたオーディオデータを鍵盤に割り当てて弾いてみました。計算を放棄して現実の音をそのまま取り込んで弾いてみた。結果はどうだったのでしょうか？人工的な合成音とは比較にならないほど生々しく豊かなピアノの音が響き渡りました。彼らはこの手法を初めてサンプリングと名付けたのです。現実の音を切り取ってデジタル空間に配置する歴史的瞬間の誕生ですね。ええ、まさに。ただ、ここで非常に興味深いパラドックスに直面します。彼らはもともと究極の計算による音作りを目指していた誇り高きデジタルエンジニアです。そうですね。だからこそ既存の音をただマイクで録音して鍵盤に並べるだけのこの機能を当初は技術的な敗北、つまりごまかしだと恥じていたそうですね。ええ、エンジニアとしてのプライドが許さなかったのでしょう。しかしその不器用ともいえるごまかしこそが結果的に音楽史における最大の革命の種になった。はい。技術の進化とは作り手の意図や美学の通りには決して進まないという痛烈な歴史の皮肉ですね。ええ。そしてその彼らが恥じた技術はついに世界初の商業用デジタルワークステーションとして結実します。1979年、フェアライト CMI シリーズ1の誕生です。デジタルワークステーションの始祖ですね。はい。ただ、当時のスペックを現代の工学的な視点で解剖すると、極めて厳しい制約の塊でした。処理能力は8ビット。そして録音できる長さはたったの1秒程度です。8ビットというと解像度としてはかなり荒いですよね。ええ、音の波の電圧変化を256段階でしか表現できませんでした。滑らかなスロープであるアナログの音波を無理やり256段の荒い階段に分割するようなものですね。その通りです。だからこそ、音の波形に階段状の角が生じ、それが量子化ノイズとなって、独特の荒々しいザラッとした質感の音色を生み出したんです。なるほど。1秒という録音時間の限界は当時のメモリが物理的に巨大でかつ極めて高価だったことに起因します。基板1枚に搭載できるメモリ容量の限界がオーディオデータにしてわずか1秒分だったんです。たった1秒。しかしこの強烈な制約があったからこそ冒頭の ORCH5 のようにオーケストラのレコードから 0.2 秒だけを鋭利に切り取るという全く新しいアートフォームが強制的に生み出されました。その後、システムはさらなる進化を遂げますね。1982年にはシリーズ2へとアップデートされます。はい、ここで現代の DAW デジタルオーディオワークステーションの原点ともいえるグラフィカルなシーケンサー機能ページ R が搭載されます。ページ R ですか？それまでの録音は磁気テープに演奏を順番に記録していく直線的な作業でしたよね。はい。テープを回して録音していくのが普通でした。しかしページ R はそこにサンプリングした短い音を視覚的に配置していくという手法を取り入れたんです。なるほど。音楽を流れていく時間から画面上のブロックの羅列という視覚的な構築物へと変容させたわけですね。まさにその通りです。この進化によりフェアライト CMI は単なる珍しい電子楽器という枠を完全に破壊します。世界中のトップスタジオの中核システムへと昇華したのですね。ええ、スティービー・ワンダー、ピーター・ガブリエル、そして日本でも坂本龍一といった名だたるアーティストたちがこの魔法の箱に熱狂した事実はあなたもご存知かもしれません。そうですね。音楽史に燦然と輝く名前ばかりです。このフェアライト CMI が持っていた変態的なまでの細部へのこだわりや当時のアーティストたちが繰り広げた狂気的ともいえるサンプリングのドラマについては近いうちに別の探究として一本丸ごと使って解説します。その圧倒的な音楽的影響力についてはまた別の機会にじっくりと解剖しましょう。今回はこの偉大なるモンスターマシンを生み出したフェアライト社という企業が迎えた激動の運命のうねりに焦点を絞って先へ進みたいと思います。はい、彼らは技術の頂点に向けてさらに限界までアクセルを踏み込みました。
次の進化ですね。そして1985年、フェアライト社はついに究極の化け物機材を誕生させます。シリーズ3です。シリーズ3、技術的な到達点であり、同時にある種の得意点ですね。かつての8ビットのざらつきから完全に脱却し、最大 50kHz の16ビットサンプリングに対応しました。これは当時の CD クオリティをも凌駕する極めてクリアな音質です。それは圧倒的ですね。同時発音数も全モデルから倍増の16音となり、内蔵メモリーも大容量を搭載していました。荒い階段がついに肉眼では見えないほど滑らかなスロープへと進化したわけですね。サンプリングという概念が実用的なインフラとして完成した。その通りです。しかしこれほどの異常なスペック向上がもたらした致命的な副作用があります。あなたも予想がつくかもしれませんが、価格です。これほどの化け物機材、一体いくらまで膨れ上がったのでしょうか。日本円にして数千万円、周辺機器を含めたフルセットではなんと1億円に迫る価格にまで高騰しました。雲の上の機材という頂点を極めたわけです。1億円。もはや楽器という概念を完全に逸脱していますね。ごく一部のトッププロや巨大な予算を持つスタジオにしか所有できない最強のステータスシンボルとなりました。巨大なメインフレームコンピューター施設の建設コストと同じですよね。確かにステータスにはなりましたが、企業としてのビジネスモデルはここで完全に天井に激突したのではないですか。おっしゃる通りです。市場はごくわずかな富裕層に限定され、これ以上の拡大は見込めなくなりました。しかし、フェアライト社が視線を向けていたのは、純粋な音楽の領域だけではありませんでした。と言いますと。彼らは、この価格の頂点に達する少し前、1983年に非常に興味深い最初の布石を打っているのです。それが CVI、正式名称コンピュータービデオインストゥルメントと呼ばれる映像機器ですね。はい。音楽機材の頂点を極めようとしていた彼らが、なぜ全く畑違いの映像分野に手を出したのか、ここが彼らの恐ろしい先見性を物語る部分ですよね。この CVI は、専用のペンやスライダーを使って、リアルタイムに映像にエフェクトをかけたり、画面上に直接絵を描いたりできるビデオグラフィックス処理デバイスでした。なるほど。なぜ彼らがこれを作れたのか。行動的な論理としては、彼らが1976年のクエーサー M8 から培ってきたモニター画面を見ながらデジタルデータを直感的に操作するという UI 技術の応用なのです。音の波形をライトペンで触って操作していた技術を、今度は映像という視覚データにそのままスライドさせたわけですね。根底にある人間とコンピューターの対話という哲学は全く同じだったんです。つまり技術のコアは変わっていなかったと。まさにその通りです。しかも、フルセットで1億円に迫るような超高価な CMI とは対照的に、この CVI は一般の映像クリエイターにも手の届く低コストでデジタルアニメーションの環境を提供しました。素晴らしい戦略ですね。はい。彼らの構築した触覚的なデジタルインターフェースは、音声処理だけでなく、映像分野でも極めて高い適性を見せたのです。そして巨大化しすぎた CMI のビジネスが限界を迎えた後、彼らが映像や放送機器のポストプロダクション分野へ生き残りの道を見出す極めて重要なマイルストーンになった。はい。ただ、いかに革新的な技術であっても、それが魅力的であればあるほど他社を巻き込んだ激しい開発競争を引き起こします。なるほど。必然的な流れですね。まず頂上決戦を挑んできたのがニューイングランドデジタル社のシンクラビアでした。これはフェアライトと双璧をなす超高級スタジオ機材です。シンクラビア。名前からして重厚ですね。工学的に特筆すべきは最大 100kHz という当時の基準からすれば上記を逸した超高解像度サンプリング機能を搭載していた点です。 100kHz ですか。現代の標準的な CD 音質でも 44.1kHz ですから、その異次元のスペックがよくわかります。はい、ものすごい処理能力です。つまり、1秒間の音を100万個もの微細なデジタルデータに切り刻んで保存していたということですよね。まさにその通りです。だからこそ、その圧倒的な情報量から生み出される極上のサウンドは、当時のトップエンドのスタジオエンジニアたちを驚嘆させました。しかし、フェアライト社にとって真の脅威になったのは、この雲の上の頂上決戦ではありませんでした。と言いますと、彼らの足元を根底から揺るがしたのは、むしろ下からの突き上げ、つまり大衆化の波だったのです。具体的にはどのような機材だったのでしょうか。アメリカの
イームシステム社が開発したエミュレーター、そしてエンソニック社による破格のサンプラー、ミラージュの登場ですね。これがターニングポイントでした。なるほど。価格破壊が始まったわけですね。ええ。さらに80年代後半にかけては、アカイやローランドといった日本の楽器メーカーが一気に台頭します。彼らはなんと数十万円という、それまでの常識を覆す安価なサンプラー群を次々と市場に投入したのです。数千万という価格だったシステムが、一般のミュージシャンでもローンを組めば手が届く価格帯まで一気に降りてきたということですね。ええ。誰もが手軽にサンプリングを楽しめる時代が到来しました。実際に鍵盤を弾くことで、犬の鳴き声から車のエンジン音まで、あらゆる音を音楽のピースとして組み込めるようになったわけですね。その通りです。しかしそれは同時に、市場全体がフェアライト由来も音色で飽和してしまうことを意味しますよね。ええ。まさにそこが重要なポイントです。革新的なサウンドが普及しすぎた結果、陳腐化してしまったのです。しかし彼らはただ絶望的な状況を見ていたわけではありません。何か対策を打っていたのですか？ええ。水面下で着々と次の一手への戦略的なピボットの準備を進めていたのです。それは具体的にどのような分野への移行だったのでしょうか？映画やテレビのポストプロダクション、つまり映像音響の市場です。なるほど。映像分野ですか？はい。フェアライトは以前 CVI という映像処理機器を開発していました。彼らはこの CVI での経験を布石として、ハードディスクから直接音を読み込む機能や映像同期技能の開発を進めていたのです。音楽用サンプラーの技術を応用して、映像と音声をずれなく走らせるインフラ構築に切っていたのですね。ええ。ただ、現実は残酷でした。何があったのでしょうか？1987年のブラックマンデーによる影響で出資が打ち切られてしまったのです。さらに、アメリカでの配給網構築の失敗が重なりました。資金繰りが完全にショートしてしまったわけですね。はい。そして1988年末、フェアライト社は自己破産へと追い込まれることになります。倒産からわずか数ヶ月後の1989年、新たな出資者を得て、フェアライト ESP として奇跡の復活を果たします。素晴らしいですね。そしてここで、彼らはある冷徹な決断を下しました。よく売れていた映像機器である CVI をあえて切り捨てたのです。それが選択と集中ですね。安価がライバルがあふれる音楽市場から撤退し、ポストプロダクション市場へと完全に敵を絞ったと。その通りです。この決断がいかに的確であったかを理解していただくために、当時のハリウッドの現場がいかに過酷であったかをお話ししましょう。あなたも当時のハリウッドの編集室を想像してみてください。それは現代のデジタル編集からは到底考えられない悲惨な現場でした。はい。巨大な磁気テープデッキが回り、エンジニアたちをテープをカミソリで切り刻み、糊でつなぎ合わせるという肉体労働を強いられていました。少しのズレを直すためだけにテープを物理的に切ってつなぐなんて、エンジニアが発狂して逃げ出したくなるほどの絶望的な作業ですよね。まさに不器用なアナログ作業の極致でした。そんな現場に映像音響の救世主として投入されたのが MFX シリーズですね。その凄さはどこにあったのでしょうか？ MFX の最大の技術的偉業は、当時の非力なハードディスクから同時に8トラックもののデジタル音声を一切の遅延なく引き出すという狂気の処理能力にあります。8トラックも同時にですか？しかしそれ以上にハリウッドの職人たちを救済したのが真のトータルリコールの実現です。過去の作業状態を完全に復元する機能ですね。これがなぜ革命的だったのか、当時の限界と比較して教えてください。例えば、監督から数日前の状態に戻して1コマ直せという指示が出たとします。はい。エンジニアは倉庫に向かい、何十本もの重たい磁気テープを探し出し、それをデッキに乗せて物理的な動機を取り直さなければなりませんでした。テープを探してセットアップするだけで丸1日潰れてしまう。しかし MFX なら、プロジェクトを開くだけで、すべての音素材がタイムラインの何分何秒に置かれていたかまで、寸分の狂いもなく完全にリコールされるのです。この魔法のような効率化が現場での最大の武器となったわけですね。その通りです。ここで推論なんですが、これだけ完璧なシステムなら音量をコントロールするフェーダーもすごかったのでしょうか？実は初期の MFX ではフェーダーは重視されていませんでした。それはなぜですか？現場が完全に分業化されていたからです。音を1フレーム単位で切り張りするエディターと、最後に音量を混ぜるミキサーに分かれていました。なるほど。
ミキサーの真似事をせず最速の編集機としてエディター向けのインターフェースに特化したのですね。はい。カミソリを捨てたエディターたちが手にしたのは、マウスではなく重厚なメタル製ジョグダイヤルでした。物理的な触覚を獲得したわけですね。ええ。吸いすくように回るジョグダイヤルの身体性と手触りへの徹底的なこだわりが覇権を奪還する決定打となりました。映像の裏方として覇権を握ったフェアライト社ですが、企業としての結末はどうなったのでしょうか。2016年、シネマカメラ等で知られる同じオーストラリアの企業、ブラックマジックデザイン社がフェアライト社を買収しました。独立企業としての歴史には幕を下ろしたのですね。ええ。しかしその技術は、現在世界中のクリエイターが使用する映像編集ソフト、ダヴィンチリゾルブの横領編集機能として完全に統合され生き続けています。今でもその地脈が息づいているというのは非常に興味深いです。地下室の手作りコンピューターから始まり、0.2 秒の魔法で世界を変え、逆境でのピボット、テープ同期の地獄からの解放、そしてジョグダイヤルでの奇跡の復活を果たしましたね。はい。テクノロジーと人間の執念が織りなすドラマです。あなたはこの物語から何を感じるでしょうか。ええ。技術が極限まで進化した先で、私たちが本当に欲しているのは完璧さなのか、それとも血の通った手触りなのか。この問いを静かに考えてみてはいかがでしょうか。